今回ですね、美術部に作ってもらったですね、タタラバの模型なんですけども、橋が2本かかってるんですけど、こっちの橋はですね、中に入るための橋なんですけど、このすごい細いですね、長い橋何かっていうとですね、ローマ水道橋なんですね。これがですね、タタラバの入り口ですね。正面の橋があって、そこの部分だけ可動にしてもらいました。普段はですね、この上の車と下の車の間のこの門は開放されてるんですけどもですね、だから男女が自由にここで交流できるようになってるんですね。烏帽子御前が守ろうとしてるのは女たちだけなんだっていうのをこれ作ってみて本当にしみじみ感じるんですよ。こんばんは、岡田敏夫ゼミです。今日は8月の15日、終戦記念日ですよね。こんばんは、こんばんは。今ちょっとコメントを読んでました。でも8月15日終戦記念日ですけれども、岡田敏夫ゼミではですね、もののけ姫の解説をします。過去何回かですね、もののけ姫の解説をやってきたんですけどもですね、先週の木曜日から連続してですね、3本、アップグレード動画でもののけ姫あげましたんですね。今日の解説を楽しんだ人はそっちの方もちょっと見てもらえればいいと思います。まず最初にですね、お便り紹介からです。怪しいワールドさん、20代男性。いつも楽しく配信を見させてもらっています。特にもののけ姫の考察から自分の中で新しいものの見方を考えることができました。もののけ姫での烏帽子の村の発展度はかなり高いと思うし、たくさんの大人でしか門を開かないのに対し、門がどのようにあそこで作られ、また運ばれてきたのか、どうしてあそこまで発展したのでしょうかという質問ですけども、今日ですね、模型で説明します。怪しいワールドさんにはですね、8月のステッカーですね。この8月のステッカーを差し上げます。送りますね。ブルミ様、40代男性。主人公のアシタカですが、両親の描写がなく、彼の生い立ちが気になります。彼も親に捨てられたのでしょうか。宮崎さんの作品には、不正、男性の、男の親ですね、がほとんど描かれず、強い女性、母性が多い印象です。真の主人公であるアシタカの出演について考察いただいたら幸いですということなんですけども、多分これシンプルにですね、おひいさまですね。つまり故郷の恵美市の村の隠れ里の指導者で、おばあさん、あの人のですね、子供か孫だと思いますよ。なんでかというと、足利彦の彦っていうのは、一族の次期指導者を意味する、王子というぐらいの意味なんですね。で、里を追い出された後はですね、名前からですね、彦取れちゃうわけです。だから、名前を聞かれると、我が名はアシタカっていうふうに答える。あれ本当はアシタカ彦なんだけども、もう後継者、王子で亡くなっちゃったから彦が取れたわけですね。8月のステッカーを送ります。血族社会だからですね、そういうお日様の子供か孫かっていう解釈だと思います。次ですね、ミカサニャンの飼い主さんの、ツイッターからですね、ちょっといただいたイラストですね。諸神尊いの剣っていうふうなことでですね、このやつをですね、この掲載許可をいただきました。もののけ姫の犬神諸の君の考察を知ったのですが、もう滝のように涙が出ましたし、全人類は犬の愛を知るべきですというですね。犬って書いてるんですけど、私はこういう最近のネット言葉よく知らないんですね。なんでこの犬っていうのがよくわかんないんですけどもですね、はあ、そうですかっていう感じで、なんか違う部族の風習を見る上に、ほほうとか、東の果ての地に、雅な漆を使い、そして石の矢尻を使う一族、そしてそこは犬を犬と言ったりですね。なんか、という、友をトンボと言ったりするそうだっていう、なんかそんな感じで見ておりますけど。ありがとうございます。8月のステッカーをお送りしますのでですね、どっかに貼って楽しんでください。ありがとうございます。彼女のですね、彼女だろうな、多分、ところ行くとですね、この、なんていう人だったっけな。端っこの中名前のところ書いてるとこまでプリントアウトするの忘れちゃった。見れると思います。じゃあ早速ですね、ゼミに入ります。今日はいつものですね、ブルーレイの画面撮りではなくてですね、ちょっと、文藝春秋からですね、文春ジブリ文庫のシネマコミックというのが出てるんですね。このもののけ姫ってやつ。ここからですね、引用して解説してみます。ちょっと画面引用よりちょっとこっちの方が面白いかなと思ったんでやってみようと思います。で、ですね、
映画が始まってですね、18分45秒あたりのですね、山犬モロと烏帽子御前の戦闘シーン、最初の戦闘シーンですね。このシネマコミックではですね、112ページあたりから始まるやりとりです。で、僕はこれをですね、桶狭間というふうにね、呼んでるんですけれども、まず最初にこの桶狭間の戦いですね、を解説しようと思います。よいしょ。冒頭ここですね。右ページの1コマ目ですね、ものすごい大雨が降ってるんですね。この大雨が降ってる。で、3コマ目でもですね、相変わらずすっごい雨がざんざん降ってるという。この雨の描写は時間かけてるのですね、大雨を覚えておいてください。わざわざ、何かとか使って雨が降ってます。すごい雨が降ってますっていうのをですね、作画と音で表現しています。で、次のコマですね、濁流が流れるですね。もう川が茶色になってですね、濁流が流れる。なんで濁流かっていうとですね、タタラバが周囲の山を切り崩してですね、森の木を切り尽くしてるからですね。なので雨が降ると土砂災害が起きる。ですね。ふもとの村は大被害ですよ。だから、そうなるとふもとのですね、実は農業やってる人たちはですね、土砂災害が起きてですね、米が作れなくなっちゃうんですね。なので百姓は娘を売ってですね、烏帽子はその娘を買って労働力にしているわけです。決して烏帽子というのはですね、あそこの場所に咲いたですね、いい人ではないわけですね。咲いたというかですね、タタラバがですね、侍とか大名に狙われてたのも、もちろん、それは、欲得づくで、タタラバを自分たちのものにしようというのもあるんでしょうけれども、同時にですね、周囲の村からおそらく豪訴というかですね、訴状が出ていたはずなんですね。直訴が出てたはずなんです。それはもう、江戸時代にもですね、同じよう、実際にですね、タタラバから出てくるですね、毒とか、あとはその木を切り崩したり山を崩したりすることによる土砂災害で、実際にその周辺の下流にある農村からですね、何とかしてくれとかですね、せめて、農業をやっている時期はタタラバをですね、動かさないようにしてくれというような時期とかあって、でそれの裁判沙汰になっているという記録が実際にこう残っているんですね、江戸時代の記録で。なので、それを表現しているための、もうわかんないですね。ただ単に僕ら雨が激しいからこんな川の色なんだと思っちゃうんですけども、もう見せてるわけです。で、この後ですね、牛の列ですね、荷物を乗せた、牛の列がですね、ずっと続きますですね。これは米を運ぶですね、補給隊です。で、タタラバにはですね、農業や漁業などのですね、食べるための産業がですね、生産手段を全く持ってないんですよ。だから補給船こそ生命線です。なので、烏帽子とかゴンザなどですね、こういうキャラクターたちはですね、戦える者は全員でこの隊列の警備に当たります。なんで警備しなきゃいけないのかっていうとですね、タタラバに恨みを持つですね、近所の農民、浅野久保のようなですね、侍大将ですね、その他山賊、信セリなどですね、この補給船を襲おうと狙っている輩はですね、本当にそれこそ無数にいるからですね、モロたち山犬だけで警戒ではないんです。だから周囲にすごい気を配ってですね、隊列を組んでいたと。しかしですね、犬神モロはですね、襲ってこないはずなんですよ。これですね、あとわずかだというふうに言ってる時にですね、犬神が襲ってくるとはどっちかと思ってこないんですね。なんでかというと、襲ってくるんなら自分たちの姿を隠せるですね、森の中を選ぶはずなんですよ。こんな丸裸の、俺実際に画面ですね、動画で見てもらうとですね、わかると思うんですが、金曜ロードショーを撮ったやつで見てください。周り、ハゲ山なんですね。もう本当に土がむき出しで、その周りにはですね、黒く焼け焦げた木がですね、こう突っ立ってるだけなんですね。そんなところで襲うよりはですね、森の中で襲った方が有利なんですね。自分たちの姿隠せるし、あと何よりも彼らの武器である石火矢が、なかなか当たりにくいからですね。なので、烏帽子たちはですね、通常警備ですね。通常の人間相手の警備の最中だった。そこにですね、出たぞ、犬神だというふうに驚きの声が上がります。で、遥か向こうの方にですね、小さい白い影がこう走ってるのが見えるんですね。彼らから見たらですね、下向きの方向です。山のふもとの方からですね、犬神が一機走ってきます。で、襲うんだったらですね、これ変なんですね。奇襲がいいはずなんですよ。いきなり襲うのがいいはず。だって、犬神側の勢力はわずか4名なんですよ。モロとモロの子供の
犬2匹とですね、あと3しかいないわけですね。だから全部で戦力4名なんですよ。なのに、このふもとのですね、山肌をですね、白い姿を見せるように近づいてくるですね。まるで石火矢で狙ってくれと言わんばかりに近づいてくるんですよ。で、さっきも言ったように襲撃場所もですね、森の中をですね、どうせ通ってるんですから、その時にですね、隠れて近づいた方が有利なはずなんですね。で、この辺のですね、土地をどういうふうに説明しているのか。絵コンテによるとですね、岸辺の緑の上に焼き尽くされた地面に剥き出しの斜面がそびえ、崩落した岩や森の残骸や黒焦げて立ち尽くす無数の墓標のような木っていうふうに書いてあります。つまり、何にもないですね、見通しのいい場所をですね、そういうですね、地獄みたいな風景のところでですね、襲ってきたというふうに書いてるんですね。で、なんでそんな場所を襲ってきたのかって、理由はですね、こっちの左のページですね、せいて火薬を濡らすなっていうふうにですね、叫んでいます。これがモロの戦略なんですね。この戦闘の近くですね、実は近くの森にいるですね、アシタカが音だけ聞くシーンがあるんですね。このせいて、このシーンの後ですね、挿入されます。よいしょ。これですね。石火矢が火を吹くと、そうすると次、別の場所にいるですね、アシタカのですね、シーンが入る。で、ダーン、ダーンというですね、遠くから音が聞こえるんですけどもですね、これアニメの画面でですね、ちょっと皆さんですね、確認してほしいんですけども、このシーンでアシタカにですね、雨全然かかってないんですね。で、この前後の大駒ですね、この前後のですね、ところではですね、ものすごい雨が降ってですね、ものすごい雨の中ですね、モロの子供たちと戦っている様子が出てきます。で、音が聞こえるほど近いんですよ。で、なんでアシタカがいる場所ではですね、雨がかからないのかというとですね、アシタカは深い森の中にいるからですね。だから木の枝とかですね、葉っぱが、まるでドームのような役割をしてですね、アシタカたちにほとんど雨がかかってないんですよ。で、それを観客に分からせるために、まず雨がすごい場所での戦闘、アシタカ、雨が、これ本当に画面上で作画で雨がほとんどないです。で、次にまたすごい雨をわざわざ描いてるんですね。これ連続で見せているわけです。で、これこそですね、犬神モロですね。まあまあ、年老いた老快な、老いてですね、賢いモロの策略なんですよ。たったね、4頭の戦力、兵力でですね、烏帽子を確実に倒すっていうのはなかなか難しいんですね。なので、彼らの武器、石火矢が使いにくい大雨の日を選んだんですね。で、大雨の日に隊列を組んでいる時にですね、雨をしのげる森の中、自分たちの有利な森の中ではなく、あえてここで襲ってこないだろうと思っている、裸のですね、山肌の近くですね、石火矢にとって一番不利な場所、裸の山の斜面でですね、襲撃するわけです。で、そのためにですね、その自分の子供たちですね、山犬2匹とですね、3をですね、遠くから近づける。遠くから見通しのいい場所から近づけて、石火矢で撃たせるわけです。で、モロは事前にですね、その山の上で待ち構えてですね、斜面を駆け下りて一気に烏帽子の本陣を襲うというですね、この狙いです。で、これですね、完全に織田信長のですね、桶狭間の奇襲作戦の時のですね、考え方なんですね。考え方としては一緒なんですよ。だから、モロはですね、自分たちの子供をですね、犠牲にする覚悟で最後の奇襲作戦に出たわけなんですけども、モロね、後でね、アシタカに説教するんですね。人間が生き延びるために、生贄にされた娘、それがサンだっていうふうに言うんです。怒るんですけども、モロだって勝つために、自分の子供たちを犠牲にしてまでやっぱ勝とうとしてたんですね。この戦略とその覚悟ですね。まさに山の神ですね。犬神、山の神ですね。すごいですね。この冒頭の戦闘シーンというか、初めて、モロとですね、烏帽子御前が戦闘するシーンってですね、すごい策略の読み合いになってるんですけど、ちょっと見てる人間は偶発的な戦闘に見えちゃうんですよね。しかしですね、この烏帽子はですね、この攻撃の不自然さに気がついてしまうわけですね。普通に戦闘してるんですけれどもですね、口ほどにもない、化け物め、口ほどにもないとゴンザが言うと、あれは子供だ。母親がなぜ出ないっていうふうにですね、不思議がっています。
こんな風にですね、もうお互いの戦略の読み合いになっているのはですね、この、戦闘シーンの面白いところだと思います。すると、もろだというようなことでですね、山犬のもろですね、巨大なですね、山犬がですね、坂の上ですね、山の上からですね、一気に降りてくるわけ、襲ってくるわけですね。で、この瞬間ですね、これ油紙を破って、スチャって書いてるんですけど、油紙を破ってですね、烏帽子が構えるのがですね、新型の石火矢なんですよ。それまでですね、部下たちが、油紙を破って出すのはですね、横に、絵コンテにもですね、竜のような中華の模様って書いてるんですね。中国式明から輸入した石火矢なんですよ。で、そうではなくてですね、この時烏帽子が出すのは純国産のですね、新型の石火矢なんですね。それも、自分で設計してというか、指示をして作らせたやつですね。で、これこそですね、対モロ用の新兵器なわけです。ゴンタたちが使っているのはですね、さっきも話したように中国製でですね、前から火薬を詰めるですね。で、おまけに、火縄というかですね、導線みたいなものを突っ込んでタイミングをちょっと待ってから撃たなきゃいけない。つまり、発射タイミングが自分の思い通りにならないし、重いから取り回しもしにくいという旧式の兵器なんですけどもですね、烏帽子が構えたのは、タタラ場でですね、極秘で開発したですね、秘密で開発した雨の日でもある程度対応ができるですね、カートリッジ式のですね、新兵器なんですよ。火薬と弾がですね、一つずつ鉄のカートリッジみたいなものに入っていて、それを一発撃つごとで交換することによってですね、素早い装填と、あと発射が簡単になっているんですね。で、発射のタイミングもほぼ引き金を引いた時点で発射するというですね、ものすごい新兵器なんですけども。で、モロはこれ知らないんですよ。この時のですね、新兵器のことをですね、モロは知らないのでですね、素早く左右に動けば、いつも通り左右に動いてですね、狙いが定まらないようになれば、モロの知っている石火矢の重さや取り回しではですね、狙いが定まらないはずと。だからわざわざ突っ込んできてですね、至近距離での戦闘を選んだわけですね。でしかしですね、烏帽子が構えているのは新型だったわけですね。雨の中でもある程度大丈夫で、軽量化によって素早く動く、もろにもですね、狙いをつける新兵器。それをですね、撃たれてしまって、ドンとですね、もろのですね、喉元にですね、当たってしまいます。ですね。で、遅れてですね、やっとゴンザの、このゴンザもですね、口火を入れてから、ワンタイミング遅れてからドッと火炎放射する、シーンがあります。やっぱ火炎放射となってモロを焼くんですけども、少し遅れるんですね。タイミングが読みにくいんです。モロはですね、崖の下にですね、落下してしまいます。そのままバーッと落下してしまいます。ものすごいですね、蝶々発信のやりとりなんですよ、ここまで。徹底的にですね、まずモロは、すいません。モロはですね、もう本当に徹底的に自分のですね、有利な局面、有利な場所を選んでですね、そこで戦いをやろうとすると、本当に戦略家ですね、軍師孔明の考え方なんですよ。これが本当にすごいと。で、まさに信長とですね、戦国の歴史を変えた桶狭間の戦いだというふうに僕は思ってるんですけど、しかしこの世界ではですね、奇跡は起こらずですね、モロは致命傷を受けてしまうんですね。喉元にですね、鉄の弾が当たっちゃったわけですね。で、足利の村をもともと襲ったですね、たたり神、長野森はですね、この森の、この焼き払われたこの場所のですね、守り神だったんですよね。で、だから今この周りの周囲に広がる焼け野原っていうのはですね、長野森討伐戦で烏帽子御前が焼き払った森なんですよ。これですね。烏帽子御前たちが石火矢手を連れてですね、で、彼らが一斉に、点火し、で、火炎放射器などを使いながら、長野森はですね、焼けている、燃えるですね、火事の森を山の森をですね、追われるようにして死んでいくと。で、それを見ているですね、烏帽子御前っていう。これは後の回想シーンなんですけども。周囲の木がですね、この戦場ですね、このさっき僕は桶狭間と呼ばれた、ところでですね、周りの木が全部燃えてるのは、もともとここでですね、戦闘があったと。長野森が殺されたと。そこでもう一回ですね、モロは戦いを挑んだわけですね。しかしですね、その大きくて偉大なですね、命の神長野森ですらですね、烏帽子の放った銃弾の、
銃弾ね、鉄って言ってるんですけど、実際には鉛も入っているわけですね。鉛と鉄の毒が、特に鉛の毒が体中に回ってですね、苦しみ抜いた末にですね、イノシシの神、ナゴノモリはですね、たたり神になった。それがアシタカの村を襲ったのが、もともと冒頭のシーンです。で、同じですね、弾をですね、モロは受けてしまったわけですね。モロの喉元に当たった弾というのは、ナゴノモリを殺した弾と同じなんですよ。で、その弾を受けてしまったからには、実はもうモロにはですね、生き残る手段ないんですよ。人間より賢いモロはですね、この理屈が分かっているわけですね。だから、実はですね、この冒頭の18分40秒からですね、2分間ぐらいある戦いでですね、すでにモロは負けているんですね。この、もののけ姫のですね、このモロの戦い、モロとエボシゴザの戦いっていうのは、実はこの一番最初の戦いで決着ついちゃってるんですね。あとはもうどのように死ぬかなんですよ。それをですね、モロは選ぼうとしていると。モロが選ぼうとしてたのはですね、食事もせず水も飲まないでですね、かつて自分たち犬神を人間が崇めてくれたですね、作ってくれた巨大な石造りの神殿の上で衰弱死ですね。そのまま水も飲まず食料も食べず衰弱死するというのを選ぼうとしているんですね。そういうふうにしようとモロは考えてました。ちょっとモロのセリフのシーン、こういう時漫画、シネマコミックも便利なんですね。書いてくれてるからですね。穴に戻れ小僧っていうふうに言いながら、モロがですね、この上で、まるで主人を待って番をするような姿勢です。私はここで朽ちていく体と森の悲鳴に耳を傾けながらあの女を待っているって言うんですけども。あの女を待っているというのは、あえて言ってるんですけど、ここで朽ちていく体と森の悲鳴に耳を傾けながら。これがもう、モロの最後、死に方なわけですね。本来ですね、モロはここで、もう、こうなったら、状況を見ている、最後まで見ているしかない。でももう自分は死ぬんだろうな、ここでじっとして死んでいこうというふうに考えたんですけども、そこに現れたのがアシタカであり、そこに現れたのが元彼のおっこと主ですね。巨大な九州の、鎮西ですね。白い、イノシシなわけです。で、静かにですね、そこでですね、死を待つはずのモロの運命というのは大きく変わり出すわけですね。まず一つ目の解説はここまでですね。次はですね、タタラバの解説をちょっとしようと思います。さて、今日は忙しいぞ。なんかね、今日多分長いんですよ。もう、いっぱいありますからですね、今日長いですよ。あとね、15分以上、無料はありますよね。ちょっと休憩しないと。で、大丈夫だ。長ければ長いほど嬉しい。そんなこと言っても。じゃあちょっとこっち下げときましょうか。ですね、今回ですね、美術部に作ってもらったですね、タタラバの模型なんですけども、Facebook と Twitter でちょっと書いたんで、見たことある人もいると思うんですけど、これタタラバのジオラマなんですね。軽いです。紙粘土と竹串と、大体爪楊枝、あと紙ですね。紙でですね、できてるから軽いんですね。差し渡し、この上のクルワが100メートルぐらいの幅があるんでですね、実際これ16センチぐらいなんですね。だから700分の1ぐらいのスケールだと思ってください。700分の1のスケールっていうのはどれぐらいかっていうと、ちょうどということはないんですけども、船舶のプラモデルでウォーターラインというシリーズがあるんですね。第二次大戦中とか現在の戦艦とかもですね、統一のスケールで作ろうっていうウォーターラインというのは、それが700分の1なんです。で、これ何かっていうと、アメリカ軍のですね、戦艦インディアナポリスなんですね。日本にですね、落とす原爆の部品をですね、運ぶために使われたやつですね。で、このインディアナポリスが日本軍の潜水艦に魚雷を撃ち込まれて沈んだ。その生き残りが次々とサメに食われた。これ実際の話なんです。サメに食われた。その生き残りがっていうのが、映画ジョーズの中に出てくるですね、オルカ湖の船長、クイント船長はですね、俺はインディアナポリスの乗組員だったっていう、例のあれですね。それと同じスケールだから、かなりでかいのがわかると思います。この、タタラバっていうのは。で、よいしょ。でね、これ、今のですね、戦艦との比較でわかる通りですね、地形は正確なんですよ。おそらくこの全体の地形はかなり正確に作ってもらったんですけど、建物はね、大きめです。
だから実際はもっとちっちゃい建物がびっちりあると思ってください。ただもうそれだと可愛くないので、可愛さ優先でちょっとポイントで分かるようにですね、大きめに建物を作ってもらったんですけど、実際もっとちっちゃい建物がぎっしり入っています。ただ地形はもうほぼこれで正解だと思います。で、巨大な要塞ですね。はっきり言っちゃえば。これ全体が一つの要塞になってます。というか、要塞というよりもですね、なんかお城と城下町の構造に近いですね。上の廓がお城部分で、下の方がですね、城下町っぽい作りになってるんですよ。で、設定によればこれってもともとこっちの地面と山と繋がってたんです。だからこの突き出した岬だったんですよ。湖の方に。で、この突き出した岬を自分たちでガーッと掘って、ここを掘って、ここも掘って、切り離して一箇所しか繋がらないですね。人工の島にしたんですね。で、無限にですね、木が伐採されたのでですね、周りの山はもう丸裸なんですね。でも、寂しくですね、木がポツリと生えた跡があるぐらいですね。なんでかというと、炭を取るためにも木を切って、で、砂鉄を取るために山を切り崩してるから、こういうふうな構造になるっていうふうに思っておいてください。で、これ何かに似てる。もう何にも気がついたように何かに似てるんですけど、何かっていうと、よいしょ。これ大阪のですね、博物館にあるですね、真田丸ですね。大阪冬の陣でですね、真田幸村が作ったと言われるですね、大阪城の張り出し施設みたいなもの、真田丸ですね。周りにですね、ぐるっと堀を巡らしてですね、土を持って、これ土を持ったんですよ。で土を持ってですね、その周りにですね、板と木の杭でですね、囲いを作って、その中に陣地を敷いてですね、兵隊を集めると。役割は何かっていうと、大阪城を攻めるなら、まず、真田丸を落とさなければいけないというふうに、敵の攻撃をですね、一箇所に集めて、で、自分たちも攻撃の準備をするための砦に作ったんですけどもですね、そっくりなんですよね。YouTube のですね、きよきよさんからですね、ちょっと情報が来ていて、ただらばの模型を見て思ったのですが、青森県八戸市にある根城ですね。木の根の根です。根城跡にそっくりです。あそこの城も確か、城主が女性でしたという情報いただきました。きよきよさんにはステッカー差し上げますのでですね、後でお便り投稿欄にもし見てたら、住所と名前をですね、投稿してください。またこんな指摘もですね、ツイッターでありました。松里尊さんですね。城の構造としてはですね、西洋におけるモット&ベイリー式にも思えると。主格たるタタラバとその一段下に住民の生活空間、これら両方を柵と杭で囲み、さらに天然の堀で防護するとですね。いやもう本当ご明察です。僕はですね、モット&ベイリーという名前知らなかったんですけれどもですね、松里さんにはですね、ステッカーですね、差し上げますので、お便り投稿欄に名前と住所を投稿してください。モット&ベイリーというのは何かっていうと、ちょっとね、絵が小さいんで分かりにくいんですけども、10世紀から12世紀、イギリスとかフランスの築城様式なんですね。これ一番上を見てください。で、これ以後はですね、実は石造りに置き換わっているんですけども、これ、まず土を持って大きく大地を持ち上げるんですよ。で、その周りを無数のですね、木の杭で囲う形式ですね。で、黒輪がもう本当に何重にも何重になっててですね、で、上と下に段差があり、下のフロアに行くと住民の生活空間があるとですね、まさにたたらばそのものですね。これ本当に全て盛り土なんですよ。下の方を見てもらうとですね、柵がどういうふうになっているのか、概念図だからわかると思います。いろんな形式があったみたいです。真四角に組む場合、丸く組む場合。これはもちろん地形を応用してというふうな部分もあるんですけどもですね。どっちにしてもですね、かなり、広い面積をですね、無数の木の杭とか木の板で、覆うわけですね。この一番上を見ても。かなり、広い面積なんですよ。で、そりゃね、中世のヨーロッパから森がなくなるはずですよ。森も山すらも削って移動させて森立させるのがですね、モット&ベイリーのですね、建築様式ですからですね。本当に、山なくなっちゃったり、森なくなっちゃったりするのもわかりますよね。で、僕はこの、モット&ベイリーっていうですね、名前知らなかったんですけども、中世ヨーロッパにこの、タタラバ
がものすごく似てるっていうのはですね、ちょっと僕も気がついたんですよね。なんでかっていうと、今からもう15年ぐらい前なんですけども、ディアゴスティーニとアシェットの他にデルプラドっていうのがあったの皆さん覚えてますか？デルプラドっていうですね、週刊何々を作ろうみたいな販売してるですね、スペインのメーカーがあったんですけども、そのデルプラドからですね、中世の城っていうのが出たことがあったんですよ。それね、作ったんですよね。デルプラドのやつ。で、これもうね、作ったんですけど、途中でもうダメだと思ってですね、いつもの美術部ですお願いして、ちょっと最後の仕上げしてくださいって言って続き作ってもらったんですけどもですね、毎週ですね、これ本当にモット&ベイリーじゃないんですよ。その後なんですけども、全くですね、ここに跳ね上げ式の門があってですね、タタラバと同じ仕組みなんですよね。で、これレンガ造りの建物とか塀になってるんですけども、毎週このレンガのバラバラの状態で送られてくるんですよ。で、ピンセットでですね、このレンガを一個ずつ積むんですよ。本当に。で、木工用ボンドで接着できますって書いてるんですけど、できるんだけども、レンガがそのスペイン製の模型だからですね、全部同じ形じゃないんですよ。欠けてるんですよね。なので、ほんと苦行なんですよ。で、できればランダムに色をこういう風にやってかっこよくしてくださいって書いてるんですけど、本当にしんどくてですね、地獄の作業ですよ。で、屋根も、ここにあるですね、屋根もこういう風な色になってるんですけども、本当のスレート屋根なんですね。つまり、薄い瀬戸物みたいな粘土の塊みたいな板が来てですね。で、これをですね、カッターとかで成形して、一枚一枚貼り合わせなきゃいけないんですよ。で、実はこれも今日ここ持ってこようと思ったんですけど、完成したらですね、これは紙粘土とですね、紙と爪楊枝でできてるんですけども、デルプラウドのですね、この中世の城はですね、本当に石でできてるから、すっごい重いんですね。で、将来ですね、岡田斗司夫ゼミの博物館ができたらですね、もう絶対にこれ飾っときますからですね、もうこれと並べてですね、タタラバと並べて飾っときますからですね、博物館ができたら見に来てください。で、このですね、中世の町はですね、モットンベイリーより後の様式でですね、この周りを木で囲む、こっちの、タタラバの周りを木で囲む様式はアンサントと呼ばれるんですね。この木の囲いのことをアンサントと呼ぶんですけども、中世の城の方はですね、石の壁です。カーテンウォールっていうふうに言います。で、石になった理由はもちろんなんでかというとですね、そっちの方がかっこいいから立派だからじゃないんですよ。神蓮資源を切り尽くしたからなんですね。10世紀から12世紀の間、イギリスとフランスから本当に木がなくなるぐらい伐採したからなんですよ。跳ね上げ式のですね、扉とかですね、あと、主のですね、住む場所以外は、見張りの塔があったりですね、あと教会があったりですね、馬小屋があったり、このちょっと低い建物が馬小屋なんですけど、びっくりするぐらいタタラバに似ています。ということで、こっちの話は終わり、タタラバのジオラマに話を戻しましょう。で、この細い橋ですね。橋が2本かかってるんですけど、こっちの橋はですね、中に入るための橋なんですけど、このすごい細いですね、長い橋何かっていうとですね、ローマ水道橋なんですね。ローマ式水道橋というやつです。で、これを見ると、もう気がつく人も多いと思うんですけども、実はですね、この全体の構造ですね、カリオストの城のですね、ルパン三世カリオストの城に出てくるカリオストロ城と、あと城と橋だけでつながっている城下町にすごいそっくりなんですね。で、これ偶然でなくてわざとです。で、その理由は、神殺しですね。神様を殺すということなんですけども、カリオストの城、ナウシカ、トトロなど、自分自身の作品を完全否定するために作られた作品なんですね。もののけ姫っていうのは。この、ちょっと類似性に関してはですね、限定で、カリオストの城とですね、城下町の模型を使って説明しようと思います。で、じゃあ、タタラバのですね、外側から見ていきましょう。ここアップになるかな？この部分。はい、ありがとうございます。これがですね、タタラバの入り口ですね。正面の橋があって、そこに、一応ここの部分だけ可動にしてもらいました。こういうふうにですね、巨大な杭がですね、開くような構造で中に入れるようになっています。この入り口はこの、幅広の橋一本だけですね。
で、毎日ですね、日が暮れる前にですね、男たちが4人がかりで巨大な、仕掛けを回してですね、この橋をですね、閉じてしまいますですね。門を閉じてしまいます。もちろん目的は外敵を防ぐためです。で、この門はですね、外開きですね。内開きにしちゃうと、工場兵器って言って城を攻める、でかい杭みたいなやつでドンドンドンとやると開けられちゃうんでですね、絶対に外側から押して入れないような引き戸式のですね、構造になっているわけですね。だからもう完全に本当に、守るための山城のような構造になっています。で、じゃあこれ焼き討ちすればいいじゃないかというと、タタラ場の構造からというか、元々の定義からしてですね、焼き討ちの攻撃できないんですよ。それはなんでかっていうと、まず中央にですね、巨大な、製鉄用のタタラがあるから防火設備が整っているというのもあるんですけども、なんでタタラ場を攻めるのかというと、これが欲しいからなんですね。タタラ場の施設と技術者が欲しいから攻めるわけでですね、実際に兵隊を入れて降伏させるしか方法はないんですよ。ここの中の人とかですね、設備を殺しちゃったり壊しちゃったりしたら、それはもう意味がないんですね。タタラ場が欲しい人というのは必ずタタラ場をですね、壊したいんじゃなくて欲しいわけですから、焼き討ちっていうのはできない。なので、この構造ですね、城としてすごい優秀なわけです。で、実際にですね、このタタラ場のですね、使われ方をですね、アニメの中のシーンで見てみようと思います。さっきも言ったように門は開閉式ですね。外側に開くタイプです。で、中入るとですね、案外ですね、ご飯を炊く煙とかがいっぱい上がってて、生活しそうな風景です。で、下の車ですね。車っていう風な言い方をしてますけど、この模型で言うと、下の車、上の車の二重構造になっています。で、この下の車の方は、牛飼いたち、牛追いたちの生活スペースになってるんですね。上の方はタタラ場に住む、女の人たちのスペースなんですけどもですね、男女混じって、で、こっちに戻りますけども、で、奥の方の建物を見るとですね、2階にですね、宴会場みたいなのがあって、みんな飲んだり食べたりしてるんですよ。だから、2階建ての建物もですね、割と、多いんですよね。タタラ場のですね、この下の車の方はですね。で、男女混じって楽しそうにしてるんですけども、実は食事が男女別なんですよ。3番目のコマ見てください。男たちだけでですね、仕出しのご飯ですね。この男の人がですね、自分のお茶碗に大根の炊いたのかなんか入れてるんですけども、みんなこういうふうなご飯の食べ方してるんですね。学校給食みたいな食べ方してます。で、男も女も、門のところからですね、玄関のところからそれを覗いて生やしたったりするんですけれども、男たちや女たちがいるところに入っていこうとしない。門のところまでしか来ないですね。で、女たちもこの、アシタカがですね、いるのを見てですね、玄関のところに集まって生やしちゃってるんですけど、決して中に入ってこないですね。ちょっとかなり不思議なですね、学校みたいな風景なんですよね。で、こういうふうにですね、タタラ場っていうのはできている。で、もう一回模型に戻ります。で、この下の車はですね、お店があったり、ご飯屋さんがあったりですね、物々交換の場所。交換っていうかね、米とか配給制みたいです。で、そういうですね、のがある奥に行くと一本道があります。この長い一本道が上り道になって、上の車ですね、につながっているですね、細い道があります。で、普段はですね、この上の車と下の車の間のこの門は開放されてるんですけどもですね。だから、男女が自由にここで交流できるようになってるんですね。で、ところがですね、有事、何か戦闘があった場合は、この門が閉鎖されて、上の車が完全に独立するようになっているんですね。で、ローマ水道もですね、この上の車の巨大な貯水池にですね、水が溜められるようになっていますね。攻め込まれたら、いざ戦争で攻め込まれたら、下の車を捨てるのが目的なんです。下の車を占領させといて、上の車のこの一本道にですね、敵の兵力を集中させる。そうすると一本道しかないから案外兵力の集中できなくて、守りやすいというですね、これも本当に沢田丸と全く同じ考え方ですね。現に映画の後半でですね、浅野久保という現地の侍が攻めてきた時もですね、早い時点で下の車を捨ててですね、籠城戦にですね、切り替えましたね。上の車だけでですね。というふうになってます。で、その籠城戦の模様なんですけども、まず、浅野久保に攻められて、
で、割と下の端がですね、占領されて、下の廓にですね、入られてしまいますね。で、浅野久保方がですね、その門から、自分たちがですね、分取った米とかをですね、持ち出してますね。門も開きっぱなしにされています。こういうふうに、早い段階で下の廓はですね、占領されてしまいました。しかし、それはもう、あらかじめ、烏帽子御前が読んでいたことでですね、籠城戦になったらですね、ちょっとわかりにくいんですけども、これが斜面なんですね。ここにあるのが一本道の上の廓に行く斜面で、そこにですね、坂もぎと言われるですね、上向きのですね、尖った杭をずらりと並べてですね、で、こっちに来れないようにして籠城していますですね。下の廓を占領させることによって攻撃ルートを一本に絞らせる。なので、女たちでも守りやすいというですね、もう本当に真田丸とですね、大阪城の真田丸と同じ構造になっています。で、ここまでの話でわかる通りですね、男たち、牛飼いたちが住むですね、下の廓ですね、職人たちも、いざ生活するときは下の廓に降りているようです。とですね、上の廓のですね、たたらばがある、製鉄所がある部分とかですね、この周りで鉄を打つところは男もいるんですけども、これも通いが自由になってるから入っているみたいなんですけども、基本的に上の廓って女たちだけの世界なんですね。だから、烏帽子御前が守ろうとしてるのは女たちだけなんだというのを、これ作ってみて本当にしみじみ感じるんですよ。だから、牛追いのですね、皇禄たちがモロの襲撃を受けて谷に落ちた時も、あっさり見捨てて、帰りを急いだと。烏帽子御前にとって男は消耗品で守らなければいけないのは女たちだというふうに思ってるから、こういう構造になっていると。で、どうもそれをタタラバの人たちっていうのは、わざわざ口にしないんだけど、なんとなく分かってる様子が見えるんですね。だから、皇禄たちを見捨てるときもですね、周りも割とあっさり従います。で、作品内ではこの見捨てられた皇禄と、タタラバでですね、リーダー的なおときさんって女の人はですね、夫婦なんですけども、しかしですね、一緒に暮らしてる描写が全然ないんですよ。このアニメの中でですね。結構ね、タタラバ全体の生活描写というのはくどいほど多いんですけどもですね、夫婦生活とか、あと家族生活の描写、生活感というのがゼロになっているんですね。もう本当に学校かアニメスタジオみたいなですね、描き方になっているんですね。で、これ僕の想像なんですけども、おそらくですね、もののけ姫の中ではですね、いろんな事情でですね、子供が一切書かれてないんですけどもですね、子供が生まれてきたらどうなるのかっていうと、女の子が生まれると全部上の廓でですね、管理して、で、生まれた女の子は幹部候補生になると思うんですね。このタタラバの幹部候補生、一期生としては幹部候補生になる。で、男の子が生まれると、下の廓でですね、育てられてですね、大事な仕事をさせてもらえない派遣社員扱いですね。女が生まれると幹部候補正社員。男が生まれると派遣社員バイト扱いで下の廓で住めっていうふうに言われると。で、これって未来少年コナンで、ハイハーバーでやってたことと全く同じなんですね。宮崎駿はこの世界をですね、すでに未来少年コナンテレビシリーズの中で書いていて、ハイハーバーで男の子が生まれると、村の奥にある荒野というところに行ってですね、家畜を育てる。貧しい生活をさせられる。ところが女の子が生まれると女の子たちはですね、なぜかハイハーバーの村の方でですね、小麦を取ったりですね、割と楽な生活をさせてもらえるというですね、そういうのを書いてるんですけどですね、全く同じ構造になっています。今このトゲが引っかかっちゃった。で、この上の廓のさらに奥にある隔離施設ですね。これ実際一段下がったところにある、段差が下がったところにあるんですけども、この上の廓にですね、汚れとかですね、たたりを持ち込まないためにですね、ちょっとこの池があって、で、水路がぐるーっと回っていて、この水路の向こうの隔離設備になってるんですね。で、この奥にはですね、ハンセン氏病患者ですか、ハンセン氏病患者たちの研究施設がありますね。こういうふうな構造になっています。中は薬草のですね、菜園になっています。で、ここで秘密兵器のですね、新型の石火矢を作っているわけですね。ちょっと真上からにしようか。烏帽子御前たちが扱うのを見ていると、さっきも話したようにですね、1回ごとに火薬と弾をですね、詰めなきゃいけないですね、火縄式と違ってですね、火薬と弾が全部入ったマガジンをですね、そのまま交換するカートリッジ方式がですね、ここで作っている新型の石火矢でした。で、これを作っているですね、開発しているハンセン氏病患者の技術者たち、言葉がちょっと変なんですね。
映画の中で見てると、怖や怖やっていうふうに言ったりですね、烏帽子ともタタラ場の人とも違う、ちょっとね、京都言葉なんですよ。怖や怖やっていう。都風、京都風のですね、訛りがあって、貴族訛りがあるんですね。だからおそらく、天皇とか朝廷側の技術者だったと思うんですね。その人たちがですね、おそらく海外に留学経験、民家朝鮮に留学経験があって、でそこでいろんな技術を学んできたんだけども、病気をもらってしまったと。そんな感じじゃないかな。でないと、その彼らだけがちょっとね、訛りが違うのが説明つかないんで、そんなもんだと僕考えてます。で、このハンセン氏病患者たちの隔離施設こそがですね、烏帽子御前がジゴボウにも秘密にしているですね、この、最大のポイントなんですね。実はこっちじゃないんですよ。最大の秘密で開発場所ここなんですね。ジゴボウですら知らない新兵器だったですね。で、ジゴボウとしてはですね、自分たちが持っている中国式の石火やですね、明から輸入したもののですね、量産をさせてると思ってるんですね。これを量産してくれと。で、早く作れ。そして作って森を焼いて、で、しがみを倒せっていうふうに言ってるんですけどもですね、それをさらに改良して、自分たちの武器を作り上げて量産しようとしているという、この烏帽子御前のですね、野望はですね、ジゴボウも知らなかったですね。なので、おこと主との戦いにおいてですね、烏帽子は堂々とその新型の石火を持って現れるんですね。だからジゴボウにそれらを見せたのは何でかっていうと、ある種、秘密兵器でありながら、私たちはこういうものも作ることができるので、もうちょっと私たちを大事にしてもいい。具体的に言えば、タタラ場を解体したり、占領するのはやめて、もうちょっと私たちの好きにさせた方があんたたちに値打ちがあるよという意味かもわかんないし、もうすぐこれはジゴボウとの共存関係が終わるというですね、戦闘のですね、意思表示かもしれない。そういうふうなサインかもしれないというふうに思いました。ということで、45分でなんとか終わった。お疲れ様でしたですね。今日のですね、無料講座はここまでですね。最初のですね、モロと烏帽子御前のですね、戦闘と、あと、タタラ場の秘密前半というのをですね、ちょっと語ってみました。アンケート出してください。疲れたい。よいしょ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なるほど、納得。ジオラマってなんか心惹かれます。小学生の時に作った、砂場のお城の延長線上なのかな。そうかもわかんないですね。ジオラマはね、本当にね、もう、なんかね、発注してたものがね、ちょっとだんだん形になってくると、めちゃくちゃ心ゾクゾクするんですね。前回のやっぱロケットの時も思ったんですけども、実際にね、物作って手に取って考えると、アニメ見た時と全然違う発想になってくるんですね。で、宮崎駿は自分のアニメの中に出てくる地形とか建物とかが全部こう 3D で頭の中で動くっていうふうに言うんですけども、僕らは宮崎駿じゃないからそれができないんですね。アニメで見てると、それを平面的な絵として、絵の動く絵として解釈するんですけども、彼の頭の中でどうなってるのかっていうのは、こういうふうに模型作るとすごい分かってくるわけですね。だから前回のロケットで言うと、個々のロケットのサイズの違いが分かると、イーロン・マスクの会社だけは桁違いの技術を持ってるというのがはっきり分かってくるし、今回もタタラ場というのを実際に作ってみると、これ戦国城なんだと。そりゃ近所から攻められて当たり前だよなっていうのがはっきり分かるという話になってると思います。じゃあ、アンケート結果出してください。ありがとうございます。めちゃくちゃいいな。じゃあ、限定ではどういうふうな話になってくるのかというと、神殺しと黒澤明の話ですね。ちょっと前半で予告した神殺しと黒澤明、七人の侍の完全否定の映画であるって話をしたいと思います。あと、模型ですね。こっちにちょっとあるのわかるかな？カリオストの城のですね、回で使った模型あるんですけど、カリオストの城で解説で使ったですね、城があって、ローマ水道でつながっている遺跡があって、反対側にはですね、城下町があると。そっくりでしょ？これをですね、見せながらですね、カリオストの城ともののけ姫の、実は類似点がかなり多いんだよなって話をします。今出せるかな？出しました。リンク出してもらった。カリオストの城でこの模型使って、解説したのは、今リンクが出ましたので、そっちの方まだ興味があれば見てください。あと、影の主役だ。ジゴボウね、僕、もののけ姫の影の主役だと思ってるんですよね。ジゴボウっていうのは、ルパンのカリオストの城で言えば、
ルパン自身であり、峰不二子であり、カリオストロ伯爵でもありっていうですね、なんかそういうですね、役割を担ってるなと思いました。そういう話をしようと思います。プレミアムの方はですね、いつもの通りですね、雑談したりですね、放課後ですよね、質問に答えたり、ちょっと気楽な感じでやろうと思います。で、来週のですね、8月22日はですね、夏休みをいただきましてですね、次回のゼミはですね、8月の29日になりますね、特集風立ちぬということでですね、もう一回宮崎アニメ風立ちぬを取り上げてみようと思います。8月27日の金曜ロードショーで風立ちぬにありますので、今のうちにですね、予約してですね、予習しておいてください。よろしくお願いします。猫の恩返しはうちのゼミでは取り扱いません。申し訳ありません。ジブリだったら何でもやるというわけではないのでですね。来週はお休みさせていただきます。それでは、限定の方に切り替えてください。お疲れ様でした。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。